恐竜。赤く塗られた恐竜の口から飛び出した私を彼は泣きながら見捨ててどんどん遠ざかってゆく。私たちの祖先は出土した骨から想像される見た目の通りにして石を彫られ色を塗られテーマパークに設置されている。その恐竜の口から飛び出して助けてーとおどける私を振り返りもせずその逆方向にずんずん歩く4歳。恐竜の石像が怖かったのか、おどけた私が怖かったのか、4歳の徒歩史上の最高速度出してあなたは消えた。私はまだペンキ臭い恐竜の口からゆっくり降りて服を払って駆け足であなたを追いかける。忘れることは体の外にそのことが出ていってしまうことではない。むしろ体の奥底に埋め込まれ取り出せないような状態。あなたが忘れたことは忘れるくらいもうあなたになったこと。泣き顔が私のあなたの思い出のほとんど。あなたは毎日のように、ああ眠たいだの、足痛いだの、お腹すいただの、ゾイドだの言ってすぐにへこたれて、時に道にしゃがみ込み、限界だーと泣きました。ジェットコースターで振り回される日差し、恐竜に飲み込まれる私を置いてゆく日差し、私と一緒にお風呂に入っているとき、私に冷たいシャワーをかけた日差し、私が驚いて怒鳴ったら家に帰りたいと泣き出した日差し、お手伝いしてくれようとしたのにごめん。海で取ってきたカニが家の水槽から逃げたとき、私が寝てる間に耳たぶちょん切られるかもよーと冗談半分で言ったら、恐怖で夜も眠れない日差し。結局は私が抱きかかえるようにして両方の耳たぶを私の指で押さえて、そうしたらくしゃくしゃの顔のままぼんやり眠る素直な日差し。いつまでも日差しと私は小さい人と老いた人。なくなるんだって。え？あれあれ？ああ。俺結局できたばっかの時に乗ったきりだ。へえ。だから10年前くらい小2とか。私来週願書。何の？来月試験。なんで？再来月面談。ファイト。日差しは？俺は今日はヤクルト乗って12時間くらい寝た起きた今。お腹空かないの？すかないね。森ちゃんは？日差し。まだ寝てるもん。え？起きてるよ。森ちゃんは？なんか返しに覇気がない。そうけ。別れよ。ちょい！なんや？乗った？あ？いや、最近乗ったかなって。乗んないよ。そうか。まあそうか。別れよ。やばい、ここで呼び止めないとやばい。ちょい！なんや？お父ちゃん元気？知らん。連絡は？ LINE ブロックしてるし。でもいきなり森ちゃんの前に現れても嫌でしょ。私無視の黒だから。何それ？本当だよ。じゃあさ、俺が何言っても無視してよ。何それ？ゲーム。いいよ。じゃあスタート。森ちゃんが少し遠回りなルートで散歩しているのは
あの観覧車を見に行くためだということは分かっていて、それは森ちゃんの父ちゃんがいなくなった日、森ちゃん一家はこの町に新しくできた観覧車にみんなで乗ろうとしたんだけど、怖いからやめとくとか言って森ちゃんの父ちゃんだけ乗らなかったんだって。父ちゃんは下から手を振って、森ちゃんと母ちゃんは情けないねあいつと上から父ちゃんを見下ろす。小さな町の大きな空を一周して地上に戻ってきた時には父ちゃんの姿はなく、それ以来森ちゃんの父ちゃんは森ちゃんと森ちゃんの母ちゃんの元に帰ってきてないんだって。俺の予想、すでに死んでいる。それで森ちゃんが唐突に森ちゃんの父ちゃんみたいにいなくなるのが怖くて散歩にまでつきまとっている。やめた。何も思いつかねえ。なんだよそれ。はい、話してやめたの言ったじゃん。やめたって言っただけでこのゲームをやめたとは言ってないで。そんなことする？誰だってこのゲームのことだと思うしね。このゲームってどのゲーム？だから日差しが何を言っても無視するゲーム。そう！何を言ってもだよだから聞こえてちゃダメなんだよ、俺の声。何を言ってもよ。分かった。ちょっとじゃあもう一回しよう。えそれで別れよう。ちょっと待って。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、そんな急に。急じゃないよ。森ちゃん、ばあちゃんが、ゲームスターばあちゃん、森ちゃんが、おい、ちょっと、森ちゃん、森ちゃん、森ちゃん、ばあちゃんが、森ちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、お母ちゃん、森ちゃん、ばあちゃんが死んだのに森ちゃん俺のこと無視してばあちゃん死んだ。それで10年くらいかな、経って今28歳なんですけど、まあそれはいいんだけど、それから今まで一度も口聞いてもらえてないわけです。それどころか目も合ってない。あ、森ちゃん、森ちゃん、森ちゃん。うん。それで10年前の今に戻りますけど、俺のちょいの後の森ちゃんのなんやが恋しい。意味もないのにちょいと呼び止めて森ちゃんがなんやと振り向く最高のグルーヴだった。俺と森ちゃんだけの交響曲でヒップホップでベストヒットセレクションだった。たった2つきりの音が跳ねて互いに反応する、その次の言葉が何でも出てくる無限の可能性。2年まで演劇部だったけど、脚本を書く担当のやつが登場人物に次に何を喋らせたらいいかがわからないと悩んでいたことがあったけど、俺たちにそれはない。ちょいなんや今は出てこないけど、でもそもそもちょいなんやの後に書いてはいけない言葉なんてない。なんでもいい。クレープ食いに行かねえかとか、くず餅を食いましょうとか、持ちつ持たれつやっていこうぜとか、まあちょっと変なのばっかになっちゃったけど、そんなのはどれも一回も言ったことないんだけど、森ちゃん俺のこと好きだったのに、森ちゃんの父ちゃんの話だって俺しか知らなかったし、あのダサくて下手くそな歌。歌は技術じゃないんだよ。ビリビリに破れた生活の中で何もないところからプニッとはみ出た歌詞こそが本当のメロディーを生むんだよ。だけどプニッとはみ出た歌詞をいざ口から声にして発するときにやっぱりブレーキ。声まで震えてわざとらしくなって自分でだって聞くに耐えない。それはもはや歌とすら呼ばない。では何なのか試してみたいけれど、あいにくここにはマイクもギターもない。
山代は俺の歌が大嫌いで、だから俺は山代と結婚した。気が合うんだよ。俺も俺の歌が大嫌いだったから。娘の琴美に至っては実際に俺の歌を聴いて吐いた。ゲロ。それまで普通にしてたのにサビに突入すると同時に吐いた。サビの一文字目が何だったか忘れたが、俺はそれを叫ぶように歌った。あーみたいな、あーみたいな俺の声と同時に吐いた。ゲボーっと音がして、その後にツーンとする匂い。畳の目にじっくり染み込んでいく。俺はその日を思い出しては、あの時俺が本心を歌っていたら、娘は、琴美はゲロ吐かなかっただろうか、なんて考える。俺は死んで、腐った状態でチルドされた歌だけが、まだどこかのカセットテープに残っている。知らない欲望平和の残骸、野心のしまもの瞑想のリコベリー、金星の一つ目ないカルタ町、そこかしこに俺たちの戦争、坂のありつるつやましい祈りへ、明日が来たなら忘れてしまうのだ、靴下脱ぎ捨てて先回り、コブの足でおとといの戦争、人はいないのに紙コップ増える、希望と絶望熱望とくねるぜ、嘘の一つ目ないされた街、そこかしこに誰かへ何を言っているかも、どんなメロディーかも、お父ちゃんがどんな声なのかも全然わからないよ。そうなの。でもそれでやると、父ちゃんが本当は何が歌えるかなんて分かるような気がするな。まあ時間が解決してくれることもあるよね。時間っていうか、結果は時間によるものでしょ。そうか。でも海風やってて放置したの。放置は時間によるものでしょ。そうか。じゃあ海風が解決してくれたの。風は時間によるものでしょ。そうか。じゃあ海が解決してくれたの。海は時間によるものなの。私は私を見守る人を知っています。守護霊のようなものじゃないかとよく言われるんですが、私は違うような気がします。私は未来の何かが私を見守ってくれてるんじゃないかって想像します。こっちにおいで。こっちに来たら私たち出会える。何もしなくても時間が進んでいくのは未来の誰かが絆を引っ張ってくれているから。その誰かって動く？ほんまに？早く動く？かも。虫では？虫ではない。なんというか、もっと未来を想像。確かに虫は過去みたなんで？い。すぐ死ぬから。じゃあ亀は未来みたい。誰も知らない世界を見れるから。じゃあ植物は？植
植物は過去みたい。なんで亀より長生きだよ。生えてる時間が長いから。亀だって帰ってるよ。それに花も葉も一緒に枯れるから。私だ。ごめんなさい。すいません。すいませんね。なんか途中であれしちゃって。私、世界と言います。いや、あれですよ。ただの名前ですよ。ひらがなでね、世界って言うんです。なんかね、隕石とかそういう世界が危機的状況に陥った時、私がね、身を捧げないといけないかのようなミスチルの歌みたいな、ね、名前になっちゃって、一般人が世界を救うってね、しかも名前が世界なだけですよ。でもなんか川で溺れてた老人を男子高校生が助けて表彰されたとか、そういうのはありますよね。確かにああいうのなら私にもできそうかもとは思いますけど、でもどうだろう。それってその老人の方を救っただけで世界を救ったことにはならないというか、だからそうか、もっと大きなことで仮定すると、何らかのディザスターっていうんですか、自然災害が起きて、そこで私が何かの役に立つとか、そういうことはもしかしたら世界を救うって呼べるかもしれないし、実際にできることもあるかもしれないですよね。でもまあ実際に行動するかと言われるとちょっと難しかったりもしますよね。でもやっぱり名前に宿るとかっていうのもあるじゃないですか。だからなんか私いつか大きなスケールのことに巻き込まれるんじゃないかとちょっとビビってはいるんですけど、でも今のところ何もないですね。なんかあったかな、大きな。そういえば子供の頃にね、お母さんと博物館に行ったんです。なんだっけ、有名な仏像とかが地元の博物館に来てたんです。その時にお母さんがアシュラ像を見ながらね、世界に似てるって言うんです。それで私はうんっつって、そしたらお母さんまた世界に似てるって。それで私が似てるじゃん、似てない？いやだからどの面が、どの面も、どの面も3面ともそうだよ。だってほら見て、そんなに表情変わらないんだよ。あ、本当だ。普通の時の私と微妙な感情の時の私と私だ。そうでしょ。世界も神様なのかもね。やだよ。なんでよ。偉いんだよ神様。でもさ、私に似てるってことはお母さんにも似てるってことでしょ。いや、世界はお父さんにだから。じゃあお父さんにも似てる？どうだろう。っていうかアシュラって女の人じゃないの？だからお父さんには似てないかも。どこがスケール大きいんだって話はありますけど、まあその後いろいろ調べたらアシュラ像の性
不明らしく、勘違いも勘違い、大人になって見比べてみるとそもそも全然似てなかったわけです。そうですね、ごめんなさい、失礼しました。森ちゃんに無視された日、その日俺は家に帰って気が気じゃないままばあちゃんの最後について母ちゃんから聞いて、次の日のお通夜まで部屋に閉じこもった。ばあちゃんのことを思い出そうとしても、これは本当申し訳ないっていうか、誰に申し訳ないんだって話かもしれないけど、森ちゃんがまだ頭の中に全然ガンガンいる。夕日、ずっと見つめてないと沈んでいるように見えないね。もしかしたら俺たち長い時間歩いていたことに気づいてないだけで、あれは登ってくるのかもしれないね。だからもうちょっと眺めていようねとか言って、二人で夕日をずっと見つめて、その沈黙の隙に俺は森ちゃんのほっぺに爪をぶっ刺す。その分森ちゃんのほっぺの皮膚がくぼんで、俺は倍やり返されて、そんな明日や明後日がその通り訪れたっておかしくないはずなのに、なぜか森ちゃんのことが離れない。明日も会えるのに、明日会えるのか。本当は一瞬でも気抜くと終わるこの世界。動かないで。動かないから恐れることは何もありません。ノット、バット、アトオール、むしろラック。むしろ私たち手を取り合って協力して共存して生きていけるはずなの。取り合う手の形が少し違うだけで。そんなに怯えることじゃないのに。未来とは遠い。過去みたい。すでにしたことの価値だから。私はこの空間の真ん中に堂々と居座ったりしないし、虫が湧くことがあれば私が責任を持って駆除する。住まわせてくれる俺。そしてこの部屋からあなたに付きまとう虫がいなくなった時、私もこの部屋から出ていくよ。利害関係も一致してるの私たち。太古の昔に遺伝子を分け合ったお友達より深い仲なんだよ。この世界に来るはずのものは来ない。私からあなたに近づくこともない。見られることがあったとしても、こういうイレギュラーな時だけ。だってあなたいつもより帰ってくるのが早いんだもん。お友達と何かあったの？今この世界つかみに行くようなことが必要だって。今は過去にない。感じた時には過ぎるから。この子、いくつかの状況を混同してしまっているみたい。私には助けてあげられない。森ちゃんに無視された次の日、その日俺はばあちゃんのお通夜に行って、片付けなどを手伝う母ちゃんを横目に、俺先帰るとだけ言って帰って意を決し森ちゃん家に向かった。口実はいつか借りたカセット。森ちゃんのおすすめだったんだけど、起伏のない時間が長すぎるし、だからといって演奏をしだしているわけでもなく、雰囲気を感じ取ってください感が非常に居心地悪く、森ちゃんこんなの好きなんだと思って聞くほか楽しみ方わからんかった。その後俺は確か俺の方がかっちょいい音楽知ってるよとかそういうようなことをメールしてまた嫌われて、そういえば俺森ちゃんに間違い続けている。なんで毎日散歩行ってくれんだよ。引くわ森ちゃんの寛容さ。部屋に出たでかい雲が教えてくれた。未来とは行為。はい、すいません、私ですそれで何でしたっけ。あ、そう、中学2年生の時です。教科書に出てきたんです。アシュラ像、歴史の教科書だったかな。
それでクラスの男子が授業中にね、確か網野と東谷だったと思うんですけど、まあ誰でもいいか。それでそいつらがね、まあいっつも良くないこと言うんですよ。このアシュラゾウってやつミカコに似てね。うわマジじゃん、特に左ほぼミカコじゃん、マジじゃんみたいな。ミカコっていうのは笹鍋ミカコ。クラスをまあ仕切ってるタイプのやたら声がでかいタイプの、まあ私とは人生交わらないタイプの女子で、私は別にその子のこと好きでも嫌いでもなかったんですけど、確かにね、その子がよく男子と喧嘩してものすごい剣幕でそれこそ網野たちを追っかけてたりしてたもんですから、そのねアシュラゾウの左の顔に確かにね似てるなって私も思っちゃったのはありました。そしたら笹鍋さんいつもはものすごい大きな声で失礼だろとか殺すぞとか平気で言っちゃう感じだったんですけど、なんだかぐっと一点見つめて黙っちゃったんです。それでうわこれやばいかもってみんな思ったし、そこでやめるべきだったんですけど、そのアシュラゾウの写真の下に説明書きがあって、そこに向かって左の顔は幼年期のアシュラで、唇をかみしめたまま自らの過ちを認められない反抗的で感情的な表情を表現していると言われますって書いてあったんです。それでそれを見つけた網野と東谷がまた騒ぐわけです。ミカコじゃん、マジミカコじゃんとか、アシュラゾウの左だけミカコだったんじゃんとか、歴史的大発見じゃんとか、本当今考えたら授業中治安悪いって話ですけど、まあそれで案の定笹鍋さん泣き出しちゃって、網野と東谷もそんなつもりないから、あれみたいな、てんてんてんみたいな感じになっちゃって、少なくとも学校で笹鍋さんが泣くなんて初めて。まあでもなんというか網野と東谷かばうわけじゃないですけど、笹鍋さんも大概クラスメートに悪口言ったりあだ名つけたり蹴飛ばしたり物隠したりとか、そういうことは一通りやってて、私も一時期笹鍋さん仕切りのもと女子の半数くらいから無視されてた時期もあったりしたし、だからまあぶっちゃけ私からすればこれくらいで泣くなよと、私なんかもっと小さい時にしかも親から言われたんだぞと、そういう気持ちはどこかでありましたね。その後先生がその場を制して笹鍋さんは保健室に行くことになりました。それで思ったんです。あ、誰かの世界を救うチャンスかもって。そうそうですね、ごめんなさい、失礼しちゃった。森ちゃん、この子、いくつかの状況を混同してしまっているみたい。私には助けてあげられない。未来とは行為。行為は過去みたい。すでにしたことの価値だから。私は彼に見つからないように、この部屋で最も暗い場所に隠れた。今を引き寄せる行為。今は過去みたい。感じた時には過ぎるから。私は眩しさから逃げるように、この部屋で最も暗い何かの奥底に隠れた。奥底は未来。何よりも想像力が勝るから。森ちゃん、森ちゃん、これ返すよ。森ちゃんのおすすめよく分かんなかったよ。嘘、面白かったよ。森ちゃん、こんなの好きなら俺もおすすめあるよ。また貸すよ。貸し借りは未来みたい。関係に歪みを残すから。昨日はごめん、散歩ついていけなくて。ばあちゃん死んじゃってお通夜だった。あれ、じゃあ今日葬式か。まあいいか。森ちゃんとの散歩の時間がなくなったら困るっていうか、俺あの時間だけが。森ちゃんは未来みたい。私が待ち遠しいから。カセット返してよ。え
ちゃん、ごめんなさい。数日間とはいえ、あなたの部屋に住まわせてもらった恩をこんな形で返すことになるなんて。私は被害者じゃなくて加害者。それは分かってる。でも雲っていうのはね、死んでも恩を返せる生き物なんだよ。森ちゃんはいない。あの時リュックのチャックを閉めていればこんなことにはならなかったんだろうと思うと、未来とは行為、ささやかな失敗が積み重なる。そういえばここはいつも見慣れている景色のはずなのに、いつもと違う様子だ。例えるならどの方向も写真のようなベタっとした印象がある。指をさせばその先っちょで目の前の景色を触れるような。おお、なんだこれ。なんだかつまりここはいつかのお昼で、指でこうやって縦横無尽にどこまでも行けて、多分てか絶対現実ではない世界ではあって、なんか大通りまで出てきてしまって、車も走ってはいるがブレて止まっていて、拭えない違和感と人気のなさが醸し出す不穏と変な高揚感。ここが現実じゃないなら、多分これは生き物の勘のようなものだけど、俺は森ちゃんとうまくいく気がする。もしここが3日以上前の世界なら、森ちゃんに無視されていないし、ばあちゃんも生きている。謝れる、謝れる、任せて。森ちゃん家だったところは家ごとなくなっていて空き地になっている。ちゅうことは今日はこの時間は何十年か先の未来か何十年か前の過去か。あ、人だ。男の人。森ちゃんのお父ちゃん？そんな過去じゃなくていいんだけど。あれ？猫だ。知らないおばさんだ。掃除の人。また猫。おじさん。猫。ランドセルだから小学生。太った男。高校時の久保。またおばさんだ。猫。じょうろのおじさん。郵便屋さん。子供たち。また猫。留学生。猫。留学生。じょうろのおじさん。留学生。じ
おばさん、いるおじさん、ヤンキー、猫、長老のおじさん、新聞配達の人、おじさん、猫、おじさん、猫、おじさん、猫、小さい女の人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 、やば、小さい女の人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 。この家、森さんっていう人、ああ、はい。知ってます？ええ。知り合い？森ちゃん。森琴美さんのお友達？違います。お友達じゃないけどここにいる。ここがなんだかよくわからなかったから。どこから来たか覚えてます？もっと何もないところから。何もない。建物とか観覧車とか。それは過去未来どっちだろうか。あなたは？俺はだからさっきまではどっかにいてちょっと忘れたんですけど、観覧車はギリ健在というか。じゃあきっと全然違うところから来たんですね。同じ場所に。僕たち一緒にあの観覧車に乗りましたよね。向かい合ってそれでこんな会話をしたはずです。最近どうって、いやなんというか元気してるの？元気っていうか別に普通だけど、そっか、そっちはこっちは元気よ、そっか、そうそう、そっか、みたいな。弾んでないですね。記憶もなかなかに曖昧で。でも私、あの観覧車初めて見ました。本当に？覚えてないだけじゃなくて？覚えてない？俺こっちの世界に来てまだ10分も経ってないと思うんですけど、なんか自然と前にいた場所のことを忘れていってる気がして。さっき言ってた人のことは？さっき言ってた人、なんか女の人の名前みたいな。忘れました。何でしたっいや、私も全然覚えてないですけど。け？ほら、やっぱり忘れてるんですよ。一緒に観覧車に乗ったことも。それは全然別ですよ。そんなことあったら覚えてるはずです。ついさっきのことも忘れてたじゃないですか。それはあなたのことだから。自分のことだったらもうちょっと覚えてますよ。じゃああなたは誰ですか？どこから来たんですか？それはプライバシーに関わります。時代すら違うんですから僕たち。一緒に観覧車乗ったんでしょ。だけどちょっと思い違いがありました。僕たち向き合って座ったわけじゃなかった。じゃあ隣ですか？隣でもありません。じゃあ何ですか？どちらかが立ってた。膝の上。僕が膝の上。名前教えてください。もう覚えてないんです。僕もです。ほんのさっきまで覚えてたのに。キモいですけど、キモい前提で言いますけど、キモいですよ、覚悟しておいてください。想像のちょい上へ行きますから。まあそこまで分かってるんなら言うなよみたいな見方もあるかと思うんですけど、ちょっと今言い換える言葉も思いつかないんでパッと言ってしまいますけど、まあそれが今までの過ちの原因とも言えるわけですけども、すいません。ごめんなさい、僕が探しに来たのはもしかしたらあなたなのかもしれないです。いや、僕が元々の世界でそこで付き合っていた子がいて、名前もちょっと出てこないんですけど、その子ととてもそんな比べたりとか一緒だからどうだとかそういうことを言うつもりもないんですけど、でもその子を忘れていくのと同時に、あなたという存在が
僕の中でこうくっきりしていくというか、なんかこれを機に忘れられるならその方が楽かなって、なんかそういう都合いいことを考えたりしてしまって。忘れたいんですか？思い出したいんじゃなくて。いや、今は最初からあなたを探していたような気持ちになってます。その人とは乗ってないんですか？観覧車。乗りたかったんです。何度も誘おうとしてました。なくなっちゃう前に。なんで誘えなかったんですか？なんていうか、その子のトラウマっていうか。ゴンドラをトラッパしたとか。いや、それだと死んじゃいますね。トラウマって言うから。死んじゃダメですから、いくらトラウマでも。そうですか。それでどうします？私を探してたんでしょ？森ちゃんに伝えなきゃいけないことを思い出した。森ちゃん毎日少しずつ口数減ってって、それでいよいよ観覧車もなくなるってなって、そのこと伝えないでいようかと思ったけど、ある日唐突になくなったらその方が落差激しくて辛いかなって思って俺から伝えたけど、それが自分でも正しいかわからなくてめっちゃぐるぐる遠回りしてもうた。最悪だ、最低だ。それで女の人と話していた10分の間に現実では10年経っている。これがさっき言ってたあの時の28歳で、それがこの時です。観覧車はもうない。こっちの世界の俺は何をしてたんだろう。何が起きてたとしてもこれから取り戻せる。思い出してよかった。なんにもない空中なんかみんな、そこにはもう何もないのよ。はい、反応してる。お前が無視するからだろ。お前がゲームがって言ったんだろ。それはいろいろ間違えたんだよ。もう話だけをしてこなかったくせに。森さんに言わなきゃいけないことを思い出したんだよ。もう遅いよ。そりゃそうだけど俺が気持ち悪いんだよ。そういうの自己中って言うんだよ。バカ。死んじゃダメだよ。森ちゃんに言いそびれってこと。意味がわかんない。10年経って生きてるわけだから、言わなくてもよかったんだけど。知らないし。知ってるよ。だから確認の意味も込めて一応のやつだよ。回覧板だよ。回覧板？回覧板じゃないよ。なんだっけ回覧板って。町内とかで回すやつじゃないよ。それじゃん、合ってんじゃん。今月は皆さん死なないでくださいますようご確認よろしくお願い何します。してるかわかんない。じゃあもう別にいいよ。第一森ちゃんに言いたかったわけじゃないし。私に言いそびれってことって言ったじゃん。別にそういうわけでもなかったわ。なんかもっと広い感じだったわ、意味が。どういうこと？キモ。キモくないよ。森ちゃんとかじゃなくてみんなに言おうとしてただけ。誰だみんなって。みんなはみんな。森ちゃんの母ちゃんとか。キモ。キモ。うわ、俺のそういうのキモ。逃げろ。
俺自身のキモさから。なんでキモいから。受けられないよ。なんで？ニコイチだよ。何が？俺と俺のキモさ？そうだよ。キモ！お前がな。お前もな。おい！逃げるよ。逃げる。竜。漫画やアニメに出てくる蛇のように体が長く、空を飛んで、ひげがひょろりと生えていて、鹿みたいな立派な角を持っている。私たちはその巨大な竜です。みんなで一つの大きな竜だから、そこにはそれぞれの記憶や気持ちが備わっていて、そして新しく、あなたもまた竜になるとき、あなたの記憶や気持ちもそこに加わり、何万年先の未来までその長い体の中に残り続けることになるのです。私も松井陽子としてそのままの記憶と気持ちで竜になったのです。あなたが竜になるとき、あなたは竜の顔を担当することになります。最初は扱いづらいかもしれないけど、大丈夫。獅子舞の前の人みたいなことです。慣れてしまえばなんてことはない。その後、たくさんのあなたが生まれは死んでゆく。その度にあなたは少しずつ竜の尻尾に向かって下がってゆくのです。顔から始まり尻尾に向かい、最後は死ぬ。それは他の生き物と何ら変わらない。ただ、それまでに何万年という時間がかかるだけ。大丈夫。ゆったり空を行けばいいだけです、私たち。大丈夫。私もまだ、今もまだその途中。陽子おばあちゃんって作家？陽子はひいおばあちゃん。あ、そっか。私が高校生くらいの時かな、亡くなったの。まだ死んでないって。いやいや、お父さんも気がめいてたもん。でもまだ途中だって。じゃあ死にかけ？陽子ひいばあの声が聞こえる。何かしらの強い怨念のようなもので語りかけてくるわけではない。なんというか、死にかけならではの弱々しさ、抑揚をつけることへのコスパ考慮したかのようなフラットさで、私にささやかにとうとうと記憶を語る。そしてこうやって私が誰かの声を聞けてしまっていることと、陽子ひいばあの言っていた記憶と気持ちの竜の話とが関係あるかはわからないんだけど、
もしこれが私がいずれ記憶と気持ちの竜になる前兆なのだとしたら、もう一回会えるとしたら、どうだろう。いなくなったおじいちゃんは？あ、それ一番興味ない。なんで？っていうかまだどっかで生きてるかもだしね。そっか。そう。死にかけ。死んだらその時話も聞いてやる。じゃあ行ってくる。毎日楽しい？お母さんも好きだったんでしょ？私は街が景色が好きだっただけ。でも何もしないと今日も昨日もなくなって、それこそ何万年生きてるみたいになって、まるで亀。私にとってはのっぺり感度のない日々が続く方がよっぽど苦痛でさ、苦痛のない地獄でさ、感覚のない闇でさ、死んでるのと生きてるのとの境目のなし、まるで眠ったまま起きてこない子供です。それは私。そんな睡眠とも死とも区別のつかない無がさ、約87億時間も続くなんて、もっと普通に死ぬんでいいのにさ。はい、すいません、私です。それで何でしたっけ？あ、そう。笹鍋さんが授業中泣き出しちゃったって話でしたね。そう。それで私は笹鍋さんを保健室に送り届ける役を買って出て、笹鍋さんと2人で保健室に向かいました。笹鍋さんは言いました。私が泣いてるのが面白かったんでしょ？いやいや、そんなわけないよ。まあ珍しいなとは思ったけど、だったらなんでわざわざついてきたの？いや、聞きたいことあって。何？アシュラゾウのノリがそんなに嫌でしか？私はアシュラゾウに似ていると言われて泣いた笹鍋さんを見て、自分が否定されているような感じがしていたのだ。いつの間にかアシュラゾウは世界、世界はアシュラゾウになっていた。笹鍋さんは笑った。別にアシュラゾウが嫌なわけじゃないよ。あ、そうなん。実際ちょっと似てたし。そうか。そうか。アシュラゾウは笹鍋さんにも似ているのか。ちょっと複雑になってきた。お父さんがね、今日から入院することになったんだ。笹鍋さんは努めて軽く、そっけなく言った。笹鍋さんが言うには、笹鍋さんのお父ちゃんはちょっと前から原因不明の頭痛に悩まされていて、病院で診てもらってその翌日に入院することが決まったらしい。それで今朝、お母さんからは今日だけ学校休んでもいいよと言われたが、うんうんと言って半ば意地のようなもので心を落ち着かせて学校に来たらしい。その時笹鍋さんは下駄箱を見て、今日から誰にも悪口言いません、暴力振りません、だからお父さんを助けてくださいと心の奥で誓ったらしい。そしたらアシュラゾウだ。心が傷ついたというよりは乱されたような感覚で、何を信じたらいいのかわからなくなってお父さんに会いたくなったのだと。予期せぬディザスター、突如降りかかる病もそれに該当すると思う。私は笹鍋さんに言った。私も言われたことあるんだ。あ、アシュラゾウに似てるって。あ、しかもお母さんから。似てるよ、正面に。え、マジ？私が正面で笹鍋さんが左って方？そうだね。じゃあ右探さなきゃ。私たちは笑った。いつまでもくだらない話は終わらなかった。それほどに廊下が長く感じた。実際長かった。少しずつ伸びていた。
消えていった。行く先は真っ暗だった。何もいない水槽に空気の泡だけがポコポコ鳴って、給食室の方からガシャガシャと音がして白い煙が上がっていた。もうすぐ給食だ。なのになぜだろう。廊下は長くて真っ暗で、ここには私たちしかいない。アシュラ像を着火した罰がごめんなさい、気づいてた。お母さんと同じルートを行く。だけど景色はもう何もかも変わってしまっている。ロケーションと呼ばれるものはすでに朽ち果てている。粉々のコンクリートが一面に広がっていて、毎日粉塵が舞っていて煙たい。雨が降ると不自然な匂いが高まって無機質さが増していく。気がちょびっとだけ狂いそうになる。人はいきなり気が狂うことはないらしい。毎日ちょびっとずつ狂っていくらしい。気づくと引き返せないところにいるらしい。それで私がじゃあまだなんとなく正気を保てていることに理由があるとすれば、これ。カセットテープというのは時間が経つにつれて雑音が混ざってどんどん聞こえにくくなっていくらしい。おじいちゃんが歌っている原曲はとっくにノイズだらけで聞き取れなくなっていたらしく、お母さんが歌い直してくれた。確かに何でもそうか。過去にあるものは未来に行くにつれて劣化していく。朽ち果てたこの街のコンクリートの粉塵とカセットテープのザリザリや音飛びやループやズレも、未来が過去の劣化であることの証明。おじいちゃんはきっともっと上手かったんだろうなぁと、おじいちゃんの歌声を想像したその時、あれ？黄ばみ、黒ずみ、硬い壁面に染みついて消えない周期が手記で、私はここに住むことにした。私にとっては隠れ家のつもりだったけど、隠れる必要がないことにも気づく。天敵はいない。食べるものもない。いくら私の動きが速くても、私の獲物になる小さな虫たちはとっくに見なくなってしまった。不必要に自分だけが生き残ってしまったのかもしれない。食うもんに飢えるくらいならむごたらしく死ぬ方がよっぽどマシなのに。幸運にも彼女の吐砂物をすすっていればもう少し生き延びられる。どっか行け！動け！ただ孤独とともに生き延びることが果たして本当の幸せなのだろうか。木の棒。今本当の幸運は彼女が私を殺してくれることだ。殺さんからちょっとだけ連れてくれ。ゲロという名の生きる希望が目の前に差し出されたとき、ほんの少しだけ死ぬ勇気が湧いた。ちょっとすれたらだけや。いや、逆か。死ぬ希望が持てるならもっと自由に生きていけるはずなのだ。根気よくはつらつと生きていけるはずなのだ。ありがとう。私も決心が
着いたところだったの。観覧車光ってる。観覧車は光るのか。体を可動域の限界までひねって辺りを確認すると、どうやら私がいた時間とは風景が違う。同じ場所なのに空がキラキラしてて、建物が健康的にニョキッと立ち並んでいる。直感的に分かった。未来がこんなに光り輝いているわけがない。生きてるヨーコヒーバーに会える。あの話の意味を突き止める。私はすぐ死にたいし、すぐ忘れられたい。そもそもさ、長く見守るような世界じゃないよ。誰もいないのに。じゃあ本当に一人きりかわからないじゃない。え？誰もいないなら本当に誰もいないかなんてわからないじゃない。なんで？あなたの背中の後ろにいるかもしれないでしょ。そんなのいたらわかるよ。気持ち悪い。今わからなかったでしょ。今はここなんだか変なところだからそっちに気を取られてただけです。私は自分が本当に一人きりってわかるんだ。は？だから一人を舐めないでほしいっていうのがある。こっちも一人だっつってんじゃんか。後ろにいるかもしれないでしょ。後ろ見たし。後ろ見てるときはそれ前なの。その時に誰かが後ろに隠れてるかもしれないでしょ。なんで私ずっと背中取られてるの？世界は分かれてるの。あなたを境に前と後ろに。呼び名の違うってことはそこにある世界。違う。じゃあなんであなたの世界が一人きりだって言い切れるの？背中がないから。ありますけど。背中はあるけど背中の向こうに世界がないから。世界は分かれてるんでしょ。あなたを境に前と後ろに。ベッドに寝てるの。ほ？ベッドに寝てるから背中の向こうには世界はない。前だけが世界。前には誰もいない。私だけ。ずるっ。本当だもん。そりゃ寝てる時は私だってそうだよ。そりゃだけど今みたいに立ってる状態になりますよね。立たないんだ。なんで？眠いから。寝たのに？寝ても寝ても眠い。だらしな。あなたは本当は一人じゃない。のみと名乗った彼女が何者なのかは分からなかった。いつの時代のどんな世界の人間なのか、生きてるのか死んでるのかさえ。やたらとしつこいし張り合う気もなかったから、その場から立ち去ろうと右足を持ち上げようとしたが動かない。そうか。それでここって何だったっけ？やっぱりいろいろがいつもと違う様子で、それは景色の内容だけでなく、なんというかタッチが違う。例えるならどの方向にも写真のようなペタッとした印象がある。指をさせばその先っちょで目の前の景色を触れるような。なんだこれ。
みの腕の水分が気持ち悪い。握りしめる手がぎこちないのはお互い手を触れる相手すらいなかったからだなと気がつく。気持ち悪さにもやがて慣れて他人とくっついている感じがなくなっていく。元から同じ皮膚だったような、私の手には最初から同じ手が入っていたような気がしてくる。重なり組み合わさって一つの生き物が棒がついてちょびちょび街を駆け抜ける。野村楽しそうに子供みたいに笑っていて時々ムカつく。本当に誰もいないの？え？あなたの世界には。うん、まあそうだね。そうなんだ。まあそっちは？まあそうだね。いや、実は一人いた。そうなんだ。そっちは？私も実は一人いた。ちょっと話盛っちゃってた。持っちゃってた、ごめん。ごめん、こっちこそ。お母ちゃんがいる。じゃあ二人きりか。そうだね。じゃあ私と一緒だ。そっちは？私は話し相手がいる。そうなんだ。様子を見に来てくれる人。私がずっと寝てても怒らない人。優しいね。だからその子と二人きり。私がまいたところはさ、なんだか昼でも薄暗くて、よっぽどここの方がマシだなって思う。私も部屋が暗かったから。なんかいろいろ似てるね。窓から光が差していて、人工的な明るさ。赤になったり青になったり白になったりするの。観覧車の明かり。夜になるととっても綺麗だったんだけど、気づくとそれはなくなって、夕方を過ぎればほとんど真っ暗で余計眠たくなって。きっとあの観覧車。そうだね。じゃあのみちゃんは私よりお姉さんだね。うわ、最悪だ。なんでよ。私ベッドに戻りたい。そんなに？カセット忘れてきた。やっぱりお姉ちゃんだ。友達からもらったんだ。カセットだってお母さんみたい。のみちゃんは同じ町で生きていた過去の人間だ。違う景色を生きた人との旅はなんだか心強かった。生きていることそのものを肯定されるような寛容さがこの旅にはあった。私の世界にもいつかそういう明るさが訪れるのかもしれない。あとは少しのきっかけだけなのかもしれない。ここだよ。はい、すいません、私です。それで何でしたっけ？それでそうだ、予期せぬですね。予期せぬ笹鍋さんからの東谷のことどう思う？どう思う？東谷って東谷？東谷か。東谷だなとしか何とも思わない？思いませんね。顔とか。どう思う？顔って顔？東谷の？東谷ってさっきの東谷？だからそうだって。じゃあ東谷の顔っていうのは東谷の顔ってこと？田島さん？なんか変だよ。そうです。私って田島です。田島世界って言います。聞いてる？ごめん、ちょっと別の時間と喋ってた。やめてよ。ごめん。それで何の話だっけ？だから東谷の顔の話。東谷の顔ね。どう思うかって。どうもこうもないですね。なんとも私は思いません。本当？だって東谷の顔ってね、東谷の顔だし、それはそうなんだけど。なんで？そ
笹鍋さんは何か思うことがあるの？別に。そうなんだ。かっこいいとかそういう感じで思ってるのかと思ってたけど、そうじゃないんだ。いや、ちょっとそう。ちょっとそうなんだ。ちょっとっていうかだいぶ。っていうか顔だけじゃなくて性格も。そうなんだ。バカな網野とは根本的に違うっていうか、優しい部分がはみ出てるっていうか。だからなんか、東谷のこと好きなんだ、私。そうなんだ。へえ、意外ですね。田島さんは？田島さんはいないの？好きな人。さながら修学旅行の夜、中学生の女子が暗闇に二人きり。話すことと言ったらやっぱりこうなってしまう。ねえさ、なんで一人でブツブツ言ってんの？ごめん、ちょっと別の時間と喋ってた。やめてよってそれ。さっきも思ったんだけど、おかしいって思わないの？いやだから別の時間なんてないでしょ、本当は。いや本当はある。てか本当の本当はこんな会話してないじゃん。本当の本当はただ私たちただ本当は何の話してたっけ、私たち。だから田島さんは気になる人とかいないの？そうだよね、よかった、そうだよね。何が？いや別に何もよくないか。いるよ。それって東谷？そうだよ。やっぱり。ごめん、隠そうと思ったんだけど、ひどい。抜け駆けしようとしてたの？そういうわけじゃないけど、ひどい私の気持ちだけ聞き出して。いや、そんなつもりは。じゃあさ、東谷とどうかなろうと思ってるわけ？まあ、そうだね。マジ最低。っていうかまあ、付き合うし、結婚するんだけどね。マジキモい。無理。ありえん。私も全然そんなつもりなかったんだけど、同じ高校に進学したのがきっかけで付き合うことになって、なんだかんだ一緒に住むことになって、それでそういう妄想垂れ流すのやめてくんね。キモいだけだから。私も笹鍋さんに聞きたかったことあったよ。もういいよ、喋んな。好きなのになんで東谷のこといじめてたん？去年の夏くらいに4中の人とか呼び出して東谷のことボコらせたのは何だ？知らねえし。東谷、その時のせいだと思うんだけど、大人になっても左耳の聴力が完全には治んないんだって。まあ別にちょっと聞こえにくいって程度でそんな大きなことでもないのかもしれないけど、単純に疑問だなーって。好きだったから？東谷に彼女ができた噂があったから？知らんし、マジでキモすぎなんだけど、被害妄想いい加減しろよ。ねえ、こんな話ってした？してないよ。してないよね。そう、こんな話はしてないのだ。多分本当は何も問題なく私たち必要以上にくっついて歩いていただけなのだ。左斜め上から光が伸びる保健室のドア。ついに私たちは暗闇から救われて、時間の服装する世界から解き放たれる。戻ってくるこの時の時間だけが冬。アシュラが世界を救うだなんだっていうのはこの頃にはもうとっくに忘れてしまっておりまして、私たちはただその明るさに取り込まれる。ドアを開ける。失礼します。2年3組の田島世界です。笹鍋さんが体調が悪いので見てもらってもいいですか？先生は診療のカーテンの裏にいて、声だけが帰りなさいと聞こえる。笹鍋さんと目が合う。私と同じ表情をしている。目を見開いて驚いている表情。ああ、確かに私たちちょっと似てる。いじめっ子といじめられっ子って似た者同士って言うけど、顔まで似てるもんなんだ。なんか私いじめられっ子ってことになっちゃったけど、まあ否定もできんか。
ける音。気づくと先生が笹鍋さんの目の前に立っていて、笹鍋さんのほっぺをはたいた。私は固まって動けなかった。私も笹鍋さんのことそりゃ好きにはまだなれなかったけど、彼女にも彼女の事情があって、それでお父ちゃんが入院してもう誰もいじめないって誓った、そんな決心の日だった。恐る恐る先生の顔を見上げると、それは私だ。怒りといった感情でもない、金と冷え切った私の顔だ。私がこの異空間の世界だった。笹鍋さんが涙声を何とか音にして、どうしてと尋ねる。大人になった私が言う。ざまあ見ろ。保健室の蛍光灯はまっさら眩しいまま、またの暗闇が訪れる。もしかしたらこれが本当の私の声だったのかもしれない。そしてここまでは新たなディザスターの予告編だ。何してるの？先生。世界さん、あなたもうここに来なくていいはずよ。そうですね。早く出ていくの。はい。忘れ物があったんだよね、のみちゃん。あなたがずっと寝ていたせいで、他の生徒は寝られなくてずっと長蛇の列だったのよ。それが長すぎて未来まで続いて、ほらベッドには37歳の成人男性。もうここにはベッドもないのに、休みたい子たちがずっと並んでるの。ごめんなさい。ダメ。何が？なんとなく謝っちゃダメ。ベッドどころか、保健室も教室も給食室も何もない。ごめんなさい。だからどうして？謝る必要がないときは謝らなくていいの。だって私そうなんだ。授業の途中でどうしても眠たくなって、だけど先生に怒られるのが嫌で、いっぱいいろんな理由つけて休んでたんだ。カーテンの向こうで私がベッドを使っているせいで返されていく生徒たちの声が聞こえて、その度にあれ、私本当は体調なんか悪くないんじゃないかって、ただだらしないだけなんじゃないかって毎日。だからってのびちゃんのせいで学校なくなっちゃったわけじゃないでしょ。私のせいだよ。なんでよ。だってほら、37歳の成人男性いないでしょ、そんな人どこにも。ちょっとハゲてきてる。そういうもんよ、37歳は。それくらいずっと寝てたってことだよ。もしかして今もまだ寝てる？のみちゃんまだ寝てる？周りからどんな音がする？何もしないよ。そうじゃなくて夢の向こう。なんか工事の音、物が壊されていく音。工事始まってんのに寝てんのすごすぎでしょ。眠いんだもん。じゃあ次は声、誰かいる？友達がいる。なんか言ってる？息だけ聞こえる。すごく荒い。泣いてる。ごめんね、名前も忘れちゃった。でさ、壊されちゃってる最中なんだよね。あれ？だって聞こえるんだもん。そうか、じゃあ起きないと。そうなの？今起きたら会える。だけどそれが最後だよ。そっか、お別れは現実でしなさい。
の影も形も追う前にこの旅は終わった。それは紛れもなくノミと出会ってしまったせいだ。何が私に彼女と共にすることを選ばせたのだろう。それはきっといずれ一人ぼっちの本当の世界に帰らなければいけないことをお互いどこかで分かっていたからだ。嘘の世界くらいは誰かと一緒にいたかったんだろうって弱っちい私たちを認めざるを得ない旅だったのだ。のみちゃんとの壮大な旅はたったの30分くらいで終わって、それで現実では30年経っている。こっちの世界の私は何をしていたんだろう。まあ何が起きていたとしてもどうでもいいっちゃいいけど。長かったね、散歩。お母さん、私昨日もいた？何それ？昨日とか一昨日とかずーっと私お母さんと一緒にいた？いたじゃんか。行くところもないじゃんか。そうじゃんね。でもいつか私が先に死ぬでしょ。そしたら今度は本当に一人きりだよ。そうだね。あなたを残していなくなるのがつらい。大丈夫。お母さん、大丈夫。何にもなくなってついに春のだけになるんだよ。申し訳ないよ、母ちゃん。それがね未来で友達が待ってるらしい。あ？それがさ、その人私より昔に生まれた人でね、ずっと寝ちゃってたせいで未来まで行っちゃったりして、それで私を、本当は私じゃないんだけど未来で待ってるんだって。何それ？わかんないんだけど、散歩してたら思いついた。そうだったらいいなーって。なんだ？何？その人ずっと寝てたんだ。らしいのよ。寝ても寝ても眠たいらしく、だらしないやつだよ、ほんと。私の友達みたいだ。今カセットに歌を残した。この作業は本来流れていく時間に印をつける作業だね。あの地点で俺はこんな変な歌をこんな変な声で歌っていたんだと。いやいや、そんな風に振り返りたくはないけれど、だけどきっとどうしてもそういう風になってしまうとは思う。何回撮り直したって、イケてるテイクが撮れたって結局残された声は過去の声だから。昨日まで名作だと思っていたはずの曲を今日聞き返してみるとクソダサく感じる。恥ずかしくて聞いていられない。じゃあなぜ残したのか。これは未来の誰かに歌ってもらうための歌だ。いやいやいや、未来の誰かなんてカッコつけてはみたけれど、これを聞く可能性があるのは山代か娘の琴美か100億年後の宇宙人か、そんなもんだろう。それで小賢しく女の人でも歌えるようなキーにしてはみたけど、逆に俺は歌いにくくなっちまってこのざま。聞くに耐えないってこのことだよ。バカなんだ俺。山代や琴美が俺の歌なんか歌うはずないのに。頼む。あとは宇宙人、君だけだ。ちょっと宇宙人のキーは知らないけれど、なんかやけに高そうなイメージはあるけれども、まあその時はオクターブ上で歌ってもらってもいいしな。頼むよ。まあいいや、残したことには残したわけだから。頭
の中の声を聞いている間にきっとまたしばしの時間が経っていたみたいで、声は多分だけどおじいちゃんの声だった。お母さんのお父さん、ぴったり想像通り無責任なことを言っていた。ああ、こんな世界で竜になってどうするんだよ。私一人きりでこの世界の声を、記憶を、気持ちを聞き続けて一体何になるんだよとは思うけど、もうそういうもんならしょうがないよなとも思う。そんでそれはのみちゃんとの再会が楽しみになってきてるからってのはある。のみちゃんに会ったらなんて言うよ。ポーツとか言っちゃってしらじらしく待ったとか言って、そしたら絶対のみちゃんは笑う。子供みたいに寝てたとかでもいいな。それで私がいろんな人の声を聞いて、のみちゃんに伝える。この声の人はどんな人だったんだろうって2人で想像する。悪くないですね。そんな妄想だけで1万年くらいは余裕で経ちそうだ。1万年待てばいつかどこかにもっとちゃんとした希望があるかもしれない。それは友達や家族やはたまたまだ出会う前の誰かに声をかけるとき、ささやかに吹く水色の湿った風の匂いのことだ。それが希望だ。それだけが。やっぱ似てる。何？森ちゃんと森ちゃんの母ちゃん。そりゃあね。でも俺と俺の母ちゃんあんま似てない。知らんけど。で、俺と父ちゃんも似てない。あ、そう。で、父ちゃんと母ちゃんが意外で似てる。それはなんで？わかんない。ねえ、帰んないの？え？今日は無理だよ。この雨じゃ。そりゃ分かってるけどさ。何？ご飯作ってくれるって。あ、森ちゃんの母ちゃん。マジ？お醤油の匂いがする。あなんだよ。あ、雨だからだよ。何が？匂い。そうなの？湿気みたいな。雨の日ってさ、道とかも臭いじああ、確かゃん。なんでしょう。に。何？夜ご飯。ああ、なんだろうな。お醤油の匂いがする。それはもう分かった。煮物？うん。甘口？うしょっぱい？ん。うん。ちょっと待って、答え知ってる？知ってるよ。さっき見たもん。和料理？和料ね、日本の？理？そうなのかな。醤油入ってる？入ってるでしょ。醤油スタート。何それ。醤油から始まる？何が？その料理が。何が聞きたい人？なんで醤油の匂いだけするんだろう。醤油の割合多めかな。でも日本料理が微妙なの。微妙って言ってないけど。微妙そうだったじゃん。じゃあ日本料理。俺食べたことある？あるでしょ。絶対？あるある絶対。美味しい？知らんけど美味しいよ私は。流行りのもの？何流行りのものって。最近いつだった？いつだろう。普通に先月とか？
甘い？甘いのかな。さっき甘口じゃないって言ってたよ。甘口じゃないよ。甘みがある。甘みあるのね。それ言ってよ。それをないで今考えちゃってたもんだって。ああ、ごめん。甘いのね。あのさ、トロ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 っていうか、うわ、なに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 、トロトロのもある。トロトロのもある。そうとしか言えない。今日のは今日のはトロトロじゃないでしょう、おそらく。ふわふわ？うわ、ふわふわのもある？ある。今日のは今日のはふわふわじゃない。多分。醤油だ。醤油の匂いなんだ、とにかく。そこに雨の匂いがちょっと混じっている。